こんにちは、ドロです。皆さんは投資に興味はありますか？興味があったらどこから投資をしたいと思いますか？このチャンネルでは中高年、初心者を対象とした世界の株価指数、コモディティ商品、農業商品とか、金とか銀とかですね。それからたまにビットコインといった仮想通貨、いろんな銘柄をね、安く楽しく投資をして皆さんと一緒に学べるチャンネルということで考えております。概要欄の方にチャート名、それから証券会社の方を貼ってありますので、よかったら参考にしてください。銘柄操作方法のコメントなんかもあると嬉しいです。このチャンネルに共感、もしくは、応援してもいいよっていう方は、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。さてですね、今日の背景はニューヨークです。ニューヨークを出したっていうことは、アメリカの銘柄なんですけども、今回は、まず最初に言うと、投資信託、NISA 口座、大和証券、ナスダック、アイフリーレバレッジ100でいいのかな？ちょっと長いですけども、ナスダック100の投資信託のお話になります。長期ポートフォリオの紹介で大学生用のビデオみたいな感じで作った時に、久しぶりにちょっと思い出したんです。2年前、まだ、投資が何にもわからなかった時、投資のYouTube をいろいろ見て、S&P500 って米国のね、株がいいらしいっていうのでわからないままに最初に投資をした。で、次に何かないかなと思った時に、やっぱり携帯が iPhone、Apple、それからパソコンも Windows を使ってたりとか、もしかしたらハイテク企業のナスダックっていうのはとてもいい銘柄ではないかなっていうのをちょっと勉強して気づいていたんです。で、その時に投資塾のゆうさんという、チャンネルに出会って、昨年の春だと思うんですけど、その時に、この長期積み立てのナスダックはすごいよっていうことで、ゆうさんはとてもその長期投資のタイミングとか検証されてて、それがすごく納得する、動画の内容だったんです。で、これに私のその資金をもうナスダックに入れようと思って、今投資人生の原動力になってるんじゃないかなと思ってます。ただ、まだ今運が良かったのもあるんですけど、これがもしかしてアメリカの ETF のナスダックのトリプル Q っていうのがあるんですね。3倍のレバレッジ。これをもし投資してたら、その当時2倍のレバレッジがいいとか3倍のレバレッジがいいってわからないんですよね。で、投資のタイミングも。だから運が良かった。今日は一応その感謝のビデオと、それからナスダックのその投資信託について、長期投資の最初に入れるタイミングっていうのが大事なんだよっていうことも伝えていきたいなと思っております。で、最初に、ゆうさんの投資のその動画の切り抜きの解説をしてから後半に、投資信託の特徴、それから長期投資のタイミング、何かも SBI 証券の講座を見ながら説明もしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。はい。それでは、ナスダック100の世界最強指数の理由ということで、説明をしたいと思います。まずこちらの、画面ですけども、検証でナスダック100の投資のタイミングということで、動画を出されています。で、僕がこの動画を見てナスダック投資をということで、はい。ちょっと最初にダンディーな声のゆうさんなので、ちょっと内容を聞いてください。お願いします。過去も現在も指数の中では最強であると私はそう思っています。皆さんよろしくお願いいたします。本編に入る前に皆様にお知らせがあります。今回の動画、次回の動画につながる話です。前編後編とあえて分けはしなかったのですが、内容が関連してきます。次回の動画は、レバレッジ投資、ありかなしか、こちらでお送りしてまいります。レバレッジ系の商品はですね、10年以上前から存在していて、現在もすごく人気の高い商品です。投資してもいいのか、しない方がいいのか、分析検証をしてまいります。おそらく、こんな感じのサムネイルになると思います。今日の動画のポイントは2つあります。1つ目は、ナスダック100指数が最強であるゆえんです。2つ目は、ナスダック100指数を積み立て投資していたらどのような結果になったのか、こちらの2つに注目してご覧いただきたいと思います。まずはナスダック100指数がどれぐらい他の指数を凌駕しているのか、実際に皆様の目でご確認をいただきたいと思います。こちらは1990年から2020年までの騰落率チャートです。
ニューヨークダウ指数が書かれています。ニューヨークダウは約30年間でプラス 824%、約9倍になったということですね。素晴らしい結果だと思います。前のページでご覧いただいた期間に、今回はですね、S&P500 を加えました。約30年間、全く同じ期間で S&P500 はプラス 763% になりました。ニューヨークダウと S&P500 に今回はナスダック総合指数を加えました。ナスダックはですね、IT バブルの時にものすごく上がって、その後暴落したという経緯があります。ただ、やはりですね、ハイテク中心に構成されているので、ニューヨークダウとか S&P と比較するとものすごく良いと思います。ニューヨークダウ、S&P500、ナスダック総合指数に、最後はナスダック100を加えました。ナスダック総合のプラス 2000% も、ものすごく、上昇しているように見えますが、ここにナスダック100を加えるとですね、なんと、2倍ぐらい違うんですね。全くの同じ期間にもかかわらず、そして同じアメリカ株にもかかわらず、これぐらいですね、指数同士で差がついてしまいます。過去と同じ未来が、これからも来るとは全く思っていませんが、それでもオールドエコノミーよりですね、テクノロジーに対する可能性の方が、無限大だと私はそう感じています。はい、ちょっと一回ストップします。もうグラフを見て最初まだ値動きが見えなかったんですけど、やっぱショックでしたね。S&P500 が最強だと思ったのに、ナスダック100のこの赤いグラフを見て、なんじゃこりゃと思いました。で、特に、コロナの暴落からが、ここかな？まだ、そうですね、このあたりかな？ちょっと見にくいですけど、これ、1990年から2020年6月なのでコロナ落ちまでですけど、確かにこの2017年からの急激な上がりは異常だと思うんですけど、この上がり方は今年も健在してる。という段階。はい。ちょっとここから、早送りをしていきます。すごい研究をされてるんですよね、これ。いろんな銘柄をやってますね。ここも見せたらすごいですけど、これ、パッパッと今出してますけど、1997年から2017年の時とか、1年ずつずらして、その騰落率を全部研究してるんですよ。これ。はい。で、これ結果がナスダック100がもう解説しちゃってますけど、1986年から2006年まで1年ずつずらしていくんですよ。結論で2000年から2020年の投資、これ多分月にこれ積み立て NISA の金額だと思います。2000年から2020年のパフォーマンスが 355% が一番パフォーマンスが良かった。で、多分ワーストが1989年から2009年。この当時まだナスダック100ってなかったと思うんですよね。ただ、これ検証していくときにこのタイミングが大事だよということで、これだけパフォーマンスが違うよということをユウさんは言いたかったんだと思います。こちらの動画ですけども、ユウさんの方で、2021年の6月7日になってますね。ちょっと衝撃的な動画になってますけども、超攻撃的積み立て投資商品、毎日1000円の積み立て投資が5億になった話ということで、ちょっとこれ、すごいです。ちょっと聞いてくださいね。レバレッジ商品についてです。インデックス投資が王道だとしたら、レバレッジ投資は邪道です。投資を始めて間もない方で、投資知識に不安がありましたら、まずはこちらの動画からご覧ください。レバレッジ商品のリスクについて細かく説明をしています。概要欄にリンクを貼っておきます。では、本編へ参ります。この大和証券さんが2018年で、新しい商品だと思います。レバレッジ2倍になります。このプロシェアーズウルトラ999っていうのが、ナスダックのティッカーになります。これは2006年からあるということ。ユウさんは検証するにあたって、自分でナスダックを作って、純粋に値動きだけを考えてやりましたっていうことです。もうとんでもないことだと思うんですけどね。はい、続きいきます。1999年の10年間です。投資金額250万円は、レバレッジが1億5000万円、指数が2100万円になりました。これが IT バブルですね。1999年のこの1月の時はですね、4000万円しかなかったのに、それが年末に1億5000万円になりました。すいません。もう、投資塾のユウさんがちょっと笑っております。多分自分で検証してこんだけ指数
が上がってるのはびっくりしたんでしょうね。これ、1年間でこんな指数関数的に増えすぎちゃってちょっとおかしくなってますね。続きいきます。全く参考にならない結果です。戦績は、レバレッジが9勝2敗、指数は10勝1敗でした。IT バブル崩壊時、指数の積み立ては、なんと、利益で終わっています。プラス 26% です。これは驚きました。で、最大値は、レバレッジが1億5000万円、指数が2000万円です。これがバブルですね。今現在バブルという声多く上がっていますけれども、250万円が1億5000万円になってしまう。これがバブルだということがわかります。異常ですね。で、最小値は、レバレッジが100万円、指数が180万円でした。もしですね、レバレッジの積み立てをしていたら、リーマンショック級の暴落で半分以下になってしまうことを覚悟しなければいけません。で、IT バブル絶頂期と暴落期を除いた、この丸5以降ですね、丸5以降の30平均を出しました。レバレッジの平均トータルリターンは 5.7% で、指数は 24.9% でした。で、このあたりをご覧いただくとわかりやすいんですが、圧倒的に指数の利益率の方が安定しています。で、前半の11パターンでは、レバレッジの成績が、指数と比較して、このように、かなり劣る結果になってしまいました。しかしながら、後半の11パターンで、レバレッジとてつもない巻き返しがあります。はい、止めます。ということで、レバレッジ2倍でですね、こんだけ10年で変わるんですね。もし失敗したら元本割れ半分です。だけど成功したら10年で200万円が1億5000ですね。もうレバレッジの2倍以上ウルトラ級か。ここに出てますね。これを長期積み立てなんかとてもじゃないけど心臓に悪いです。だからすごく安く買うタイミングっていうのがすごい大事じゃないですかね。後半に私の方のSBI 証券のところでお見せしたいなと思います。はい。ゆうさんの方、本当にこういった動画、出していただいて、いつも感謝してます。どうもありがとうございます。じゃあ後半の方に進みたいと思います。よろしくお願いいたします。はい。それでは後半ですけども、iFree レバレッジナスダック100について説明していきます。レバレッジ2倍と書いてあります。で、昔見たよりもちょっとなんか内容が変わってましたね。はい。まずナスダック100の方ですね。Apple、Amazon、Microsoft が入っていて比重が高いナスダックの上位100銘柄の指数ということは知っておいてほしいです。時価総額ランキングが出てたので、世界の企業1位が Apple で、2位が Microsoft、3番が Amazon、4番がアルファベット、5番が Facebook、7番がテンセント。ということで、実はナスダック100のうち、Apple、Microsoft、Amazon、アルファベット、Google、Facebook がもうナスダック100の半分以上占めてるんですよ。だからこの5社が何かの表紙でこけたりすれば、ナスダックも落ちる。なので S&P500 とかは500社あるから、この比率は多少低いんですよ。今、Amazon がちょっと落としてはいます。レバレッジをするときに値動きを見ないと、やっぱね、デメリットもちゃんと書いてありますね。レンジ相場って言われる。上がって下がって上がって下がってってなると、レバレッジだと下がる方が強くなっちゃうので、損するよということを言ってます。はい。上昇には強い。レバレッジをするときは値動きを見ないといけないですね。ですけど、確かに今のこの2018年からはすごい差が出てますけど、逆に言えば2018年から前までね、そんなにパフォーマンスは実は変わってないんだってことを思いますね。はい。それで、チャートの方を実際に見せたいと思います。これナスダック100の先ですね。で、比較するのにコロナの値が2020年の3月6691。じゃあ7000としましょう。はい、7000。で、現在が上がってて15,334ということで、7000から15,000まで、じゃあ8000上がったことになりますよね。上昇して。じゃあ次が、トレーディングビューじゃないですけど、iFreeレバレッジのナスダック100の
チャートになります。で、まず、この投資信託のことを、このローソク足見るとわかります。見えます？点になってません？投資信託は、1日1回値段が決まるんです。しかも、1日遅れで反映されるんですね。アメリカで終値が出ました。これだと、値動きがわからないので、1000にします。はい、ちょっと話を戻しまして、コロナの水準がこちらですね。8300です。ここから上がってきて、現在が37,066です。8000から37,066ですので、上昇が大きかったので、レバレッジ2倍効かせるから、値動きも2倍になって大きくなっているっていう結論です。だからナスダックが上昇してるからこそ、このレバレッジがさらに効いている。だからちょっとレバレッジありなしで比較はさせてもらったんですけど、これも運ですので、アップルとかマイクロソフトとかが最初はそんな値段が上がるかわからなかったので、僕の方でSBI 証券の方でね、ちょっと説明をしていきたいと思います。SBI 証券の、i フリーレバレッジ、こちらと、こちら、この2つがあります。で、前は紹介したのはこの NISA 口座の時の i フリーレバレッジナスダック100を入れてますっていう話はしました。こちら、特定口座、これだから NISA 口座っていうのは非課税ですね。税金がかからない口座。で、こちら特定口座っていうのは税金がかかる。ただ、特定口座っていうのが確定申告をしなくて済む。これ一般口座は確定申告しなきゃいけない。ただ確定申告の値段もありますけどね。見ていただきたいのが、この利益率はこれ 114% とか書いてある、95% こちら書いてありますけど、ここではないです。取得単価です。見えますかね？この特定口座の時に買った値段が 16,828 の時に買いました。で、現在価格が 36,028 っていうことで、2倍以上になってる。で、16,828 ってじゃあどこで買ったのっていう話ですね。で、チャートの方で見ると、16,000、ここですね。6月の18日あたりで、去年の6月18日にドンと1回買いました。はい。で、次ですね。これね、NISA の口座の時に、これ取得単価が 18,389 円になってますけど、確か、これ、平均取得単価って言って、もっと高い時に、安い時にも買ってるし、5回か6回ぐらい買ってるんですけど、今の平均がこれってことです。で、多分、この 16,000 円の時に、NISA 口座でも買おうと思ってたので、ここで買って、どこかな？18,000 円あたりでも買いました。ここの時に、いや、これは上がりすぎて買えないなと思って、暴落するところで、そうですね、ここで買ったと思います。この2万円前後で買ったと思います。投資信託誰も教えてくれないのかな？投資信託って、日本だと1日遅れで買えるんですよ。そして、はい、この買い付けですね。ここですね。ここか。約定日。ご注文日の翌営業日、国内、海外の球場に遅れる場合があります。ということは、海外の投資信託を買うときっていうのは、2日連続落ちたとき、例えば、ここで見ると、これ2日連続、これ落ちてますよね。続落している。投資塾のユウさんの動画でちょっと示せなかったんですけども、ルールっていうのがあるらしいです。ここが 5% くらい落ちてる時に入れたい。積み立てしてる人はめんどくさいからもうこんなんも見なくて、毎月月末で上がろうが下がろうが、積み立てると。ドルコスト平均法っていうのかな？例えば同じ金額で積み立てていこうっていうやり方もあります。ただ僕はそれだと、やっぱり安い時に買いたいなと思う。実はこの最近全然このナスダックはそういう気配が現れなくて、3月の4日の時に1回あって、これも仮想通貨もすごい落ちた時かな。5月の12日、ここもタイミングありました。そうですね、1年で3、4回やればいいかな。はい。でもナスダックが暴落する時って割と経済ニュースでやるので、今度ペーパリングの関係が来るとき、
はい。こういう時にドンと入れたいということで、このナスダックレバレッジが一応最強であるとは思うんですけど、ただ投資のタイミング 5% ルールっていうのも見て、値動きを見ないと積み立てをしてもパフォーマンスが上がらないということになりますね。でも、もう値動き見るの嫌だっていう人は、ナスダックレバレッジはお勧めできないと思うんです。ただ、ちょっとパフォーマンスを上げて、Apple とか、マイクロソフトとか、Google とかは大丈夫だろうなと思っている方は、レバレッジは興味があって見てきていけばいいかなと思います。イデコはこの商品ないです。イデコは60歳まで下ろせないので、イデコでナスダックがあったら大変なことですよね。だから、イデコの、口座の商品っていうのは、レバレッジ商品は当然ないし、で、このNISA口座もどうやら2024年の改定で、ナスダックのこのレバレッジ100は外れるみたいです。値動きが荒いからかもしれないです。これが税金から対象から外れても、ナスダックの方はちょこちょこ帰っていきたいなと思っております。ちょっと参考になったかわからないんですけど、長期積み立てナスダックレバレッジが最強説ということで、お送りいたしました。はい。今日はどうもありがとうございました。